やばい、バカみたいにでかい GT がいる。工場の下にめちゃめちゃでかい GT がいるぞ。どうしよう、間に合い。うわ、いる。でっけえ。なんやあいつは。うわ、でっけえな。あれ20キロぐらいあるな。しかし今日の海はかなりの大荒れ。一歩間違えれば命の保証はありません。念願の GT、果たして取れるのでしょうか。早速素潜り開始。かなり波が強く、まっすぐ泳ぐことすら困難です。ちなみにですね、1000回に1回ぐらいむちゃくちゃ強い波が来るんですけど、それが来た時はもう20メーターぐらい吹き飛ばされます。初めて経験した時は本当に死んだかと思いました。さて水中銃のゴムを引き、戦闘モード開始。GT はいつ現れてもおかしくありません。そして GT は意外と警戒心があります。つまり出会った瞬間に水中銃をぶっ放す必要があるんですね。そして GT は何といっても人間に匹敵するパワーを持っています。脳天をぶち抜けず致命傷を与えられなかった場合、やばいことになります。そして波がマジで高い。さっき GT を見たのは200メーターほど先ですが、この荒れた海の中で出会わないことを祈りましょう。いやー、にしてもこのいつ出会えるかわからないこの緊張感がやばすぎる。もうね、アドレナリンがね、やばかったです。さて今動画を見ている皆さんも気抜いたらダメですよ。こっからいつ GT が現れてもおかしくないですからね。出会った瞬間に戦闘は始まります。さてさっき GT がいたポイントに到着しましたが見当たりませんね。さて皆さん GT が来ました。ヒット。打ちどころがかなり悪い。こうなったら人間は GT のパワーには全くかないません。マサルも必死に抵抗するも一切の意味をなしません。沖に逃げられたら人生終了です。どこかに引っかかってくれることを祈りながら引っ張られていきます。凄まじいパワーに握力が負けてしまいました。とりあえず追いかけていきましょう。いました、よかった。あとは締めるだけ。なんとか抑え込もうとするも全く歯が立ちません。とここで脳天締めのチャンスが到来。ぶっ刺していくがどうだ。クソ頭蓋骨が硬すぎてナイフが通らない。とここで作戦を変更。魚の急所エラを狙っていきます。凄まじい量の血が出てきました。一旦弱るのを待って脳天締めをしていきましょう。ここまで来ればさすがに勝利も同然です。なんとか脳天にナイフが刺さりました。わお、ナイスフィッシュ。イエーイ。よいしょー。でかー。なんやねんこれ。やばいぞこれは。上がろう。めちゃめちゃエキサイティングだった。いやー、もう本当にずっと追い求めてきた魚がようやく取れて、もうめちゃくちゃ嬉しかったですね。いやもう何よこの大きさ。もう魚が重すぎて泳ぐのがめちゃくちゃ大変でした。というわけで長年にわたる GT を素潜りで取るという夢、ついに叶いました。拍手皆さん。
というわけで陸に戻ってきましたので、家に移動していきましょよいしょー。はい、ついに取れましたよ GT。 しかも相当でかいぞ。測った感じ28キロありましたね。これね、動画上だとあんまりでかいっていうのはね伝わらないと思うんですけども、ちょっとこれ落としてみようかな。で、僕が人間なんですけど、結構でかくない？ 1 メートルは余裕で超えてるんだよね。で、今日はですね、この寮生活中ずっと撮りたかった、ずっと追い求めてた GT ついにね撮れたということで、さすがに魚拓にしましょうということでね、魚拓にしてから料理にしようかなと思います。ということで早速魚拓にしていきましょう。はい、そしたらこちら炭を塗っていこうと思います。私ですね、習字5級ですから。習字5級ってどんぐらいすごいんですか？小1レベル。じゃあ塗っていきましょう。で、これを全体にね塗っていきます。初めて魚拓取るわ。さてさて、全体が真っ黒になりましたよ。もうカッポレみたいやなこいつ。さて、念願の GT、 そしてその魚拓やりましょう。これ失敗したら怖いな。さて、どうなってるでしょうか。浪人味と書かせていただきましょうか。カタカナでいきます。ちょっと習字4段の人がいるんで、スタッフに何点か聞いています。これ何点ですか？60点。あ、60もらえた。3点でしょ。おい、浪人味28キロ、付き人。これね、釣り人じゃないですから、付き人ですから。付き人。24。ちょっとあとサイズ忘れてたわ。1メートル27センチ。127センチって、これもう小学生よりでかいんじゃん。はい、というわけでですね、ついにもうずっと追い求めてた GT が取れました。しかも28キロありますから、 GT ってね、浪人アジの英名でジャイアントトレバリーのね略なんですけども、もうジャイアントなアジ、巨大なアジという名前にふさわしいぐらいのサイズですね。ちなみにですね、これ GT の中ではまだそこまで大きい方のサイズではないです。はい。マジででかいのは、島だと6、70キロぐらいいきますね。6、70キロぐらいのサイズは、美味しくないらしくて、基本的に売れないです。でね、この GT をついたシャフト、見て。これね、全く柔らかいものじゃないからね。これ8ミリぐらいの太さなんですけど、これ全然曲がらんからね、こんなもんじゃ。これ結構力入れてるよ。それをさ、こんなへし曲げてさ、2箇所もへし曲げてるんだよ。やばくない？草マグロのね、12キロぐらいのやつ撮った動画があると思うんですけど、その動画でさえ、ここまではね、全然曲がってなかったですよね。いかにね、GT がやばいかっていうのが分かりますね。この僕はね、この魚をね、平アジ系って言ってるんですけども、アジの中でもですね、この体高、ここの幅を体高って言うんですけども、この体高がね、すごく高いアジの種類がいて、カスミアジだったりとか、カッポレとかね、ギンガメアジとかいろいろいるんですけども、このね、体高が高い平アジ系の魚は、同じサイズで同じ筋肉量のものがいても、遊泳力が格段に高いんですよ。めちゃめちゃ泳ぐパワーが強いんですね。それでですね、釣り人からめちゃめちゃ狙われてると。めちゃめちゃ引くんですよ。とにかく力が強い。でね、GT と言ったら、あんまり知らない人もいると思うんですけども、結構有名な出回ってたやつだと、水面を泳いでる鳥を食ってる魚が一時期めちゃめちゃバズってたと思うんですけど、この魚です。はい。鳥とか食います。めちゃめちゃ消化能力高いし、もう何でも食う。いやでも本当にさ、4年ぐらい追いかけてきたからマジで嬉しいな。ちょっと水深1メーターだったけどね。本当はもうちょっと深いところで撮りたかったけど、またね、別の機会にということでね、せっかくアジということでですね、アジといえばなめろうを作っていこうかなと思います。ということで早速観察していきましょう。はい、こちらが GT の全体像ですね。墨がいっぱいついておりますね。でこれね、肉食魚の特徴なんですけど、とにかく頭がでかいです。どのぐらいでかいかわかんないでしょ。これ僕の手です。人間の手ぐらいだったら普通に入りますね。はい。そら鳥も食べますわ。
ここがね、脳天締めした後ですね。もうちょっとね、でかすぎてね、脳の位置がね、あんまりわかんなくて何回か刺してますね。そしてですね、この尻尾にはアジの特徴であるゼイゴがありますね。もうこんだけでかかったらもうゼイゴなんか何なのかもうようわかんないですけどね、すっごく硬いです。とにかくね、硬い。ほら、音聞いたらわかると思う。でちなみにね、GT を取るのはちょっと難しい理由なんですけども、頭の辺刺したら結構回収できることが多いんですけども、この辺ね、身のところ、身を打ってしまうとね、力が強すぎる上に、身がちょっと柔らかいんでね、これもう一瞬でちぎれちゃうんですね。はい。だからもうこんだけでかいのに、もし取るってなったら、頭の方以外を打ってしまうともう取れないんですね。そこがね、ちょっと難しい。まあただね、結構好奇心旺盛なんで頭狙うのはそんな難しくはないんですけどもね。でもいきなり現れるから結構怖いですよ。ちなみに、GT も含めなんですけども、島の魚はですね、冬場の方が格段に美味しくて、6月ぐらいに食べた GT はなんか鶏肉みたいな味でね、結構硬くってそんなに美味しくなかったんですけども、11月はどうなんやと。もしかしたら脂が乗ってるかもしれませんね、といったところでね、期待を込めてさばいていきましょう。で、まずは鱗を落としていきます。うわ、これはまた掃除が大変ですね。やばい、 GT 嬉しすぎて方言が出てしまった。なるべく標準語で話すようにしてるのに掃除が大変ですね。ちなみに体調崩して初めて海に潜りに行って、GT をついてきまして、すごい長い砂浜をね、この巨体を持ち上げながら帰ってきたんですけども、ただいま全身筋肉痛でございます。これね、普通28キロだったらさ、そんな重くないじゃん。魚の28キロプラス砂浜はマジでやばい。ちなみに GT は南方系にいるイメージなんですけど、結構ね、日本中、どこにでもはいないんですけど、例えば東京湾とかにもいるらしいですよ。そんなに大きいのはいないみたいなんですけど、80センチぐらいのは確認されたっていう前例があったりして、もしかしたら東京湾で釣りしてたら GT が釣れることもあるのかもしれません。逆にもうちょっとね、日本より南の方に行くとえぐい GT がいるみたいですよ。はい、ということで鱗が綺麗になりました。次は頭を落としていきましょう。いや、これ久しぶりに出てきましたよ。でかい出刃包丁。いつも使ってる出刃の2倍ぐらいありますね。これでやりましょう。いきます。はい、胸びれの後ろから。待って、内臓脂肪乗ってるんだけど。これただの幽門水？内臓脂肪乗ってるように見えるんだけど、これは期待できる GT かもしれない。さてさて、反対側も行きましょうか。待って、胃袋に超でかいものが入ってる。何かしら。すっごい音。これ何が入ってるでしょうね。こういうでかい魚はですね、もう本当にパワープレイでさばけばいいと思ってます。では、これをちょっと今までの胃袋回復で最大クラスじゃない？これパンパンに何かが詰まってるんですけど。鳥とか本当に。鳥出てきたらどうする？めっちゃ硬いんだけど。マジで鳥な気がする。これとてつもない巨大魚を食べてますよ。なんだこの頭。ほんまに鳥なんじゃない？鳥ではないな、この目が。でかっ。しかも背骨もやっば。このサイズの魚入るんや。おかしいだろ。まさこ食材です。美味しくなさそうです。これね、言うたら牛のハツと一緒ですからね。 GT の胃袋はね、意外と美味しいんですよ。洗っていきます。海外の皆様、これね、日本人の名誉のために言っておくんですけども、ほとんどの日本人は GT の胃袋を食べません。 GT の胃袋を食べてると言ってる人は変わった人です。はい、日本人は GT の胃袋なんて食べるんやって勘違いしないでください。マサルが食べてるだけなんで。で、マサコも食べる。嫌です。はい、そしたら塩もみしていきます。
美味しそうでしょ。そしたらこの筋っぽいところをね取っていきましょう。はい、だいぶね綺麗になりました。そしたら4等分にしましょうか。ちょっと匂ってみましょうね。なんやろ、歌舞伎町の路地裏みたいな匂いがします。まあ、今まで食べた食材の中でもトップレベルに臭いと思う。びっくりするぐらい臭い。匂いを取りましょう。捨てた塩、料理酒大量。はい、そしたら入れていきます。うわー、すごいね、臭い液が出てきてもう真っ白になってきてますね。さていいんじゃないでしょうか。まあ、さっきの臭さでこのぐらいの処理で匂いが取れるとは俺も思っていない。多分まだ臭いと思う。あ、これ無理かもしれんな。くっさい。いやでもマジでこうなるぐらいの匂いする。本当に吐きそうや。臭いイコール食べれないってわけじゃないんで、もうちょっと匂いを落としていきましょう。あとすごい硬そうなんで圧力鍋で茹でて、さらにこっから炭火焼きにします。明日ね頭を海岸で焼こうと思ってるんで、その時にね一緒に食べようと思います。仕込みですね。ほら見て、美味しそうじゃん、見た目イカみたいで。なんでそこまで臭いの？隣の部屋からも臭いって声聞こえるんだけど。でもこれ量多いから4人前はあるな。なんかニンニク食べたらキスできなくなるとか言ってるけど、これもう二度と会ってくれなくなるかもしれんな。これうんこの匂いってよりは臭いうんこの匂いって感じやな。普通のうんこの匂いじゃない。食材にうんこは食材がかわいそうです。食材って認めたってことは食べなきゃいけないってことになりましたよ。明日休みます。ここうまそう。なんかよくわからんけど。はい、それでは圧力鍋に入れていきますよ。ちょっとジンジャーを入れましょうね。こんだけやってさ、まだ臭かったらさ、でも普通にどうなんだろう。でも臭いのがうまいみたいになる可能性もあるしね。ちなみに魚の胃袋って普通に結構美味しくて、あんまり内容物が入ってない胃袋を取れたてに食べるのがねおすすめです。はい。おい、オッケー。なんか海外の料理みたい。やばい、生姜の匂いがいい匂い。でも手が臭い。よいしょ。はい、そしたらですね、胃袋の処理はこのぐらいにしまして、胃袋はですね明日食べるんですけども、身をねやっていきましょう。皆さんね GT が釣れてしまったけどどうやってさばけばいいんやろうと思いながら見てると思うんですけども、GT はですね、日本だとですね、屋久島より南で取れたものはですね、チガテラ毒に当たる可能性がね非常に高い魚となっております。はい、チガテラ毒はね毒性が強いです。重症だと2年間ぐらいね冷たい水に触れなくなったりとか、かなりね重たい症状が出ます。で、これはですね、生物濃縮のね、ウズベンモウソウっていうね、植物プランクトンがね、このシガトキシンっていうね、毒を持ってるんですけども、それをね、動物プランクトンが食べて、それを小魚が食べて、それを中魚が食べて、大魚が食べて、GT が食べて、どんどんね、濃縮されて、毒が強くなって、で、めちゃめちゃ濃縮された GT を食べてしまうと当たるというね、話なんですけども、この毒がですね、だいたい発症までですね、2時間から8時間と言われております。で、皆さんね、これ食べるときですね、まず GT を2切れ食べます。はい、2切れ食べて当たらなければ OK です。で、尻尾が邪魔なんで外していきましょう。税後硬っ。これほんまに硬いんですよ。よし、じゃあ一番食べやすいここを食べてみましょうかね。で、ちなみにここがですね、マグロでいう大トロの部分ですね。うわ、めっちゃ美味しそうじゃない？サシ入ってるよ。尻尾を落とします。オッケー。
これは8時間後にね、当たってなかったら食べましょう。もし僕がシガテラに当たってしまった場合は、釣り餌にしましょう。シガテラはですね、加熱してもなくなりませんし、何してもなくなりませんし、シガテラの検査キットみたいなものもね、今のところ流通しておりません。なんで、もう本当に運です。3キロを超える個体はなるべく釣りの場合はですねリリースした方がいいんじゃないかなと思います。3キロを超える魚なんて通常の家でさばけるとは思えないですけどね。はい、ということで8時間経過したんですけども全然大丈夫でした。はい、ということでね、ようやくなめろうが食べれます。もうこんだけ大量になりますからね、なめろうをねかき込んでやろうと思います。それでは早速3枚おろしにしていきましょう。はい、それでは5枚おろしにしていきましょうか。まずはゼイゴを取っていく。真ん中に背骨のラインですね、背骨のラインに包丁を入れていきます。で下ろしていく。腹膜がすごいな。でここですね、腹骨がありますんで、ダメだ、包丁が勝たない。皆さん大変です。 GT の腹骨硬すぎて包丁で立てないですね。ハサミでいきましょう。人間で言えば肋骨ですね。買ってよいしょ、取れました。なんか白っぽい身ですね。そしたら反対側ですね。まずは皮に切り込みを入れていきます。よいしょ。ちなみに時系列的に言うとですね、バショウカジキ、赤マンボウ、GT の順でさばいてるんですけど、そろそろ普通の魚がさばきたくなってきましたね。逆に全部大きすぎるんよ。ここにね、ぶっとい骨が入ってるんですよ。買った。はい、それではね、5枚おろしが終わりました。いや、にしてもすごい量ですね。今日はですね、このハラミをね、使って、なめろうを作っていきましょう。いや、ここの骨が、腹骨がしっかりしてるから、すきやすいですね。オッケー。ここもね、切っていきましょう。このままだと、ちょっとさすがに扱いがしづらいんで、これ半分に切りましょう。皮が硬いですね。で、これでもちょっとまだでかいんで、さらに半分に切りましょう。こうですね。ちょっと血合いがきつめですね。臭そう。硬なんか引っかかった。いや、銀側まで引けたんですけど、これ銀側はね、ちょっと
筋がすごそうですね。これサメみたいだな。ただ、色的には美味しそうではありますね。はい、それではですね、あれだけ巨大だった GT がついに切り身になりました。ここまで来ればさ、スーパーに売ってあったら普通に買いたくなるぐらいの身になってない？なんかでかいとさ、ちょっと、これほんまに食えるんかなぐらいの見た目だったんじゃないですか。まあ僕はよく GT を見てるんで、もう別に美味しそうだと思ってますが、それではですね、味噌、ニンニク、生姜、大葉、白ネギを使いまして、なめろうを作っていきましょう。まずはニンニクを1かけ。でニンニクはですね、みじん切りにしていきましょう。まあみじん切りって言ってもね、面倒なんで適当に切っていきますが。はい、まずニンニクですね。そしてお次。生姜。生姜ってさ、皮むくもんなの？じゃあ切っていきます。ちょっとね、今回の GT 若干匂いがあるんでね、生姜とニンニク、大葉、匂いを打ち消すものは多めの方がいいと思ってます。普通の味よりは多めの方が絶対にいいです。で、ネギですね。じゃあネギもみじん切りにしていきましょう。ようやく GT です。ようやく GT きました。GT もね、なるべくちっちゃく切っていきましょう。普通のアジと比べるとですね、かなり繊維質で食感がね、口に残る味なんで、気持ち細かく切った方が口当たりはいいんじゃないかと予想しております。そして GT ね、昨日8時間前に食べたんですけど、やっぱりね、まだ味が薄かったんで、もう3日ぐらい熟成させてもいいのかもしれない。はい、ということでようやく刻み切ったところですね。ドン！味噌です。まあ味付けは一旦味噌だけにしましょう。ちょっと味が薄かったらちょっとね、醤油とか足していったりとかしましょう。多分大丈夫と思いますが、さてこれで混ぜていきます。薬味多いな GT に対して。ほぼ薬味やないか。もう普通このぐらいで盛られますよね。今日は贅沢にあります。やば。完成！はい、それでは完成しました。いただきます。これ普通にうまいわ。これもしも世界で GT をどれだけ美味しくできるか選手権があった場合、それなりに上位に食い込めると思う。今までね、ちょっとやっぱりね、硬くて匂いがあるんで、これをね、どうにかしないと、ちょっとね、他の魚には劣る味だなと思ってたんですけども、刻むことによって硬さを封印し、匂いも封印したことによって、GT の良さだけが出てますね。アジのなめろうってさ、すごい柔らかいじゃない。これね、結構ね、魚の食感があるんですよ。それもね、いいです。魚の食感もあって、魚の旨味もあって、普通にうまい。皆さん GT もし取れた際、なめろうおすすめです。はい。まあ俺的に言わせてもらうとね、もうアジ、マアジとね、浪人アジ一緒にくくるのはね、もうゴキブリとカブトムシ同じにしてるぐらいもうマジで違うなって思うんですけども、まあそこはね、エンターテインメントということでね、なめろうにしてみたんですけども、これうまいわ。で、これをね、焼いたりするとね、またさんが焼きって言って別の料理になったりとか、揚げても普通に美味しそうですね。いやー、これ諦めずに料理してきた甲斐がありましたね。ということで、念願の GT 達成でございます。皆さん、なんとかね、達成しました。しかも病み上がり後一発目のみでね、達成できたということで、みんなと俺の思いがね、GT に届いたんじゃないでしょうか。そしてね、GT をね、美味しく料理することができてもう満足です。はい。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、